皆さんこんにちは。今回は北アルプスの裏銀座を縦走しながら撮影をしていきます。まずは高瀬渓谷から烏帽子岳、野口五郎岳を経て水晶岳を目指します。今回はどんな素晴らしい景色に出会えるのかとても楽しみです。それではどうぞご覧ください。はい、ということで今回はですね裏銀座の縦走をしながらね、撮影をして水晶岳の方までね行く予定なんですけれども、今日まず1日目はこちらのね烏帽子岳にね来ています。ちょうどね後ろに烏帽子岳がずっとね立ってるんですけど、約2年ぶりにねここにはね来ましたね。今日はこの後、夕焼けの時間をですねここで撮影したいなと思ってるんですけれども、天気も良さそうですし、先ほどアプリも確認して薬師岳の横の辺りに太陽が沈むので、ちょうどいい光がねこの辺りの花崗岩だとか、あとは烏帽子岳のピークの辺りにですね当たってくれたらなというところでイメージをして、おりました。やっぱりね裏銀座はとてもね静かな空気が流れていて、なんかねほっとしますね。はい、ということで、少しゆっくり過ごしながら夕刻のね時間を待ちたいと思います。いよいよですね太陽が沈む時間に、なってきましたね。もうちょっとねあちらの薬師岳の方の裏側にですね太陽が沈んでいくんですけれども、今日はねもともと雲が結構あったんですけれども、夕暮れ時はねすっきりと晴れて、穏やかな天気に、なっていますね。そのおかげで、すっきりとはしてるんですけど、いい光がねこの山の稜線だとかこの辺りの花崗岩にね当たってくれて、こういった光をね使えるかなと思います。今ちょうどそちらのね下の辺りにある、前景となる花崗岩にもすごくいい光が当たっているので、それからずっと稜線の光、そして、山頂ですね、烏帽子岳の山頂の光を使って、全体にねまとめて撮っていきたいと思います。ここは少し PL フィルターを使って霞を少し取ってあげつつハーフ ND を使っているんですけれども、結構この下の前景の岩がですね明るいので、本来だったら空とかに使うんですけど、今回は逆にして逆さまにして少しこの岩の露出をですね落としてあげて、撮影していきたいかなと思います。じゃあこの後どんな感じになってくるのかねすごく楽しみなんですけど、結構ね山の斜面とかもすごく綺麗なので、望遠レンズとか使いながらちょっと撮れるものをねたくさん撮っていきたいかなとは思います。じゃあちょっと待っていきたいと思います。今ですね撮影ポイントまで来ましたね。もうすぐ太陽がね上がってくるところなんですけれども、この辺りはですね花崗岩がね非常に多くてですね、だいぶ風化も進んで正化も進んでいるんですけれども、大きな塊がねあったりしますので、そこに朝日をね当てて稜線をつないでね撮っていければなと思います。でこっち側西側の空もですね今ヴィーナスベルトがすごく綺麗でピンクのね色に染まっていて、薬師とか赤牛岳のね上空がめちゃくちゃ綺麗なんですけど、ちょっとそっちの方もですね、撮りながらこの前景の、花崗岩を使いながらね撮ったりしていこうかなと思います。あとはこう街並みの方に向かってね高瀬渓谷の入り組んだ山並みとかもねちょっと撮っていければいいかなというふうにね思います。太陽が上がってきましたね。じゃあちょっとここから忙しくなると思うんですけれども、いろいろと撮影をねしていきたいと思います。
裏銀座の稜線は左右をアルプスの山々で囲まれていて、山域のど真ん中を歩いている独特な心地よさがありました。美しい重走路に歩くたびに目が奪われ、なかなか先に進めませんでした。野口五郎小屋に着きました。朝ごはんをしっかり食べていなかったので、ここで朝食をとります。200円で炊事場が使える贅沢な環境で、内部は趣深くとても落ち着きました。はい、今ですね、野口五郎岳にね到着しました。先ほどね野口五郎小屋で、少しね休憩をしたんですけれども、いや本当にね素晴らしい場所にありますね。非常に風が強いので、ちょっとこう稜線の反対側にあるという感じなんですけれども、屋根の上に石が乗っかっているのがねすごく特徴的というかね、すごいところにある小屋ですね。じゃあここからはですねずっと稜線をですねひたすら進んでいって、あそこのちょっと赤茶けたところがあるんですけれども、あそこに今日宿泊する、水晶小屋があるので、どんどん縦走していきたいと思います。結構標高を下げてアップダウンを繰り返していく感じなので、まだまだって感じですね。はい、周りの景色もすごくね綺麗なので、引き続き楽しんでいきたいと思います。今日は少し湿気った空気が昼過ぎから入ってくるみたいなので、夕方どうなるかちょっとねわかんないんですけれども、それまでにはたどり着きたいかなと思います。野口五郎岳からねしばらく歩いてきたんですけれども、本当にね両サイドパノラマでねすごいいい景色で、最高にね気持ちよかったですね。で今ここからですね槍ヶ岳がすごく綺麗に見えていて、でその下に硫黄根がねあるんですけれども、ノコギリ状になったね、崩落した地形なんですけど、非常にねかっこいいので、そのね槍ヶ岳とこの硫黄根のね色のコントラストなんかも綺麗だったりしますので、ちょっとそこをね合わせて撮っていきたいと思います。あと槍ヶ岳の上部に雲がこう流れてきていますので、それもね少し長描で流していきたいかなというふうに思います。で昼間なので長描にするにあたって ND1000 とあと ND8 を今回使って、約1分ぐらいの長描旅行でねやっています。あとは少し PL フィルターを使って、この霞をね取り除きながら、撮影をしていきたいと思います。じゃあひたすらアップダウンを続けて、またこっちのね稜線をね歩き続けたいというふうに思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。歩いてきた長い稜線を振り返ると、山脈のふもとに黒部ダムへと続く長い沢が現れました。浸食の激しい稜線を進み、最後のキュートを終えると、やっと本日のお宿、水晶小屋に到着しました。今日はめちゃくちゃ長かったです。お腹が空きすぎたので、チェックイン前に名物の力汁をいただきました。これもまためちゃくちゃ美味しくて、ビールも最高でした。無事にですね、水晶小屋に着いて、ご飯を食べてビールを飲んでね、チェックインも済ましたところですね。で今日はですねずっと烏帽子からね歩いてきたんですけど、その稜線がねここにねずっとねパノラマで見えてますね。本当にね長かったですね。ただ本当に素晴らしい景色で、いや最高でした。でこの後少し夕方にかけてね湿気った空気が南から入ってくるというところで、ちょっと南の方からね雲が入り込んできてるなというところなんで、夕方どうなるかなというところなんですけれども、ちょっとできる限りね、せっかく今日夕景が撮れるチャンスなので、ガスになるかもしれないんですけど、山頂の方に行ってね撮影をね試みたいかなと思います。明日はね完全にドンガスになっちゃう予報にはなっているので、もしかしたら上には行けないかなというところなので、できる限り今日は撮影できればと思います。こちらのね雲の平とか三俣レンゲとかあっちの方もすごく綺麗なので、ちょっと、このいい光が入っているところでね撮影をしたりなんかして過ごしたいと思います。じゃあ久しぶりの水晶岳ねちょっとお散歩がてらに行ってきたいと思います。
地質的に古い水晶岳の山頂直下には石英脈を含む岩石が点在しており、美しい石英の結晶を目にすることができます。水晶岳の名前の由来にもなっています。無事にですね、水晶岳のね頂上にね着きましたね。今はですねちょっと頂上から赤牛岳の方にね、来たところになるんですけれども、ここから見るね赤牛岳がめちゃくちゃ綺麗ですね。稜線がねすごく素晴らしくて、赤牛岳のねこの山の地質っていうのは少し赤茶けた色をしているので、ちょっとこの辺りとね、違うんですけれども、またそれがあってねすごく綺麗ですね。でこの水晶岳の、絶壁がねまた素晴らしい、顔料体というか、白っぽい岩をしていますので、このすごく荒れ果てたようなね、稜線プラスその奥にですねちょっとスムースな赤星岳を入れながらね撮影をしていきたいと思います。だいぶね雲がね入ってきたんですけど、ただ雲が入ってきたおかげでちょっとこうドラマチックな光がね入ったりしますので、逆にそれはね良かったかなと思います。じゃあこの曇り空が作ったねドラマチックな光をね、いくつか撮っていきたいかなと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。その後みるみるうちに湿気った空気と雨雲が入ってきました。やむなく山荘への下山を余儀なくされましたが、悪天直前の山々の姿がとても力強く美しかったです。雨が降り始め、辺りは一気に霧の中に包まれました。日没直前にほんの少しだけ霧の扉が開き、光が差し込みました。それもつかの間、あっという間に消えていきました。ということで翌日の朝はガスガスで何も見えずということでね、ゆっくりとご飯を食べてこれから下山をねしますね。ただ今日は少し大気の状態が不安定なので、本当は烏帽子までピストンで行こうと思ってたんですけれども、竹下新道というところからエスケープして下の方まで降りて今田山荘方面で天白という感じに変更しようと思います。意外とそこまでも時間があるのでね、ちょっと早めにスタートして、行きたいと思います。じゃあ今日も頑張ります。強風に背中を押されながら竹村新道を進みました。なかなかワイルドなルートで初めは少し不安もありましたが、バリエーションに富んだ楽しい登山道でした。笹の刈払い直後に歩けたのはかなりラッキーでした。この大変なルートの整備、本当に感謝したいです。無事に今田温泉に降りてきて、ここから眺める伊東新道の景色も最高でした。はい、ということでですね、無事に水晶小屋を出発してダイレクトで竹村新道を使って湯俣山荘までね降りてきました。誰ともすれ違わないですし、誰も後ろから来ないですしね、なかなか面白いルートだったかなと思うんですけれども、結構草をね刈り払ったりしてくれてないと厳しいかなというところと、結構足場が危ないところもねあったりしたので、積極的には使いたくないなというところなんですけれども、でもね非常に楽しい登山道でしたね。今日は本当はここでね一泊しようかなと思ったんですけど、11時ぐらいに早く下山できてしまったので、明日もちょっと天気が悪いということなので、普通にねこれで高瀬ダムの方まで戻って帰りたいと思います。ということで今回はですね裏銀座の縦走しながら、撮影をした登山の旅になりましたけれどもね、今回もご視聴いただきありがとうございました。また、次の動画もねご覧いただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。また。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の撮影での作品は期間限定でプリントの販売をしております。気に入った作品がありましたら手に取っていただけると嬉しいです。詳細は概要欄のリンクをご確認ください。